はい、今回でも3回目になるんですね。エントリー即含み益という、このテーマでお話ししておりますけれども、ちょっと気分転換にサムネイルを変えてみたんですけれども、あまり大きな意味はないようです。はい、こちら、毎回出しております面積事項ということです。自己責任ということですんで、その点ご了承ください。で、こちらですね、前回は、このオシレーター、具体的にはストキャスティクスですね。ストキャスティクスを使って、エントリーのタイミングを測るというか、エントリー即含み益になるようなポイントを探るという、そういったお話をしました。それが一つ目のやり方ということで、今日はこの二つ目ですね。この揉み合いを待つという方のお話をしたいと思います。でですね、このもみ合いという言葉ですね、の定義をここでちょっと明確にしておきたいなと思います。もみ合い。で、似たような言葉でトレンドレスとかレンジとかいう言葉があってですね、どれもなんか一緒くたに使ってたり、結局はこういうのを使わずに、全部レンジやとか言う人もいるんですけども、人それぞれなんですよね。でも私の今からのお話の中ではですね、もみ合いというのはこういう形だっていうのはちょっと皆さんと共通の認識を持っておいた方がいいかなと思いますので、そこをちょっと明確にしたいと思います。答え出すとこんな感じなんですけども、一目瞭然かなと思いますが、レンジというのは、とりあえずなんとなく高値と安値のラインが引けて、で、その間を往復するような感じですよね。この辺で逆張りしたら、ちょっとしたトレードができるというような、そういう状況ですね。実際のチャートの中では、こういう場面ですかね。こういう場面の中の一部分というふうに考えた方がいいかもしれないですね。ここはアップトレンドなんだけれども、高値圏に来て、なんとなくですよ、高値と安値が揃った時期があって、また、ダウントレンドになっていったみたいな。ここの部分は、レンジというふうに呼びましょうということです。で、今度こっち、このトレンドレスなんですけれども、こっちみたいに高値安値のラインを、引けないと言いますか、人によっては強引に引いちゃうんですけどもね、例えば太い、ゾーンみたいなのを書いて、高値でしょう、安値でしょうっていう人いるかもしれないですけども、こっちと比べたらちょっと引きにくいなという、そういう感じですよね。それをトレンドレスというふうに言いましょう。で、実際のチャートでは、例えばこういう場面ですよね。なんだか難しそうというか、トレードしたくないなという感じですよね。トレンドもわかんないし、こっちのレンジみたいにどっかで逆張りしようかという気にもならないしという、そういう場面です。で、3つ目が、もみ合いということで、明らかに違いますよね。こういう模式図での表現も違います。こっちはもう、ローソク足をバンと書いてますんで、言ってみれば、ローソク足、陽線、陰線が交互に出てきて、しかも、なんていうか、価格帯も非常に短いスパンで、動いてますよね。実際のチャートで言うと、こういう場面です。言ってみれば、これも、こういう場面の一部分ということですね。ですんで、これをもみ合いというふうに、今回は定義したいと思います。で、今回言っているのは、もうこのもみ合いを待つんですよというのがテーマとなります。ところで皆さんはこういうもみ合いですね、こういったもみ合い好きですかね、それとも嫌いですか？私は嫌いなんですね。大嫌いと言いますか、いいイメージは全く持てないですね。例えば、この場面で言うと、こういう、ダウントレンドっぽい形になってきたので、この辺りの戻りで、打ったとしますね。打ったとすると、この辺までは含み益なんですけれども、
この辺からおかしくなってきて、あれと思ったら、こういう揉み合いに巻き込まれるんですよね。で、あれ、利食いもできない、損切りもできないみたいな、そんな状況が続いて、どうなるのかなと思って、見ていたら、最終的に上に上がって、損切りせざるを得ないという状況に、なったわけです。損切りになること自体はさほど、ダメージは受けないんですよ。それよりも、ここですよね。ここの間ね、この時間、揉み合いに巻き込まれて、イライラと、どっちなんだって、チャートを見ている時間が非常にもったいないと言いますか、嫌だったんですね。ですんで、なんとかしてこの揉み合いに巻き込まれるような、エントリーですね、をしないようにするにはどうしたらいいのかなというのをずーっと考えてたんですけれども、当然最初に考えたのは、こういう揉み合いになるような場面をある程度その事前に予測して、そう揉み合いになりそうかなどうかなというのを予測して、その直前では入るのは控えようみたいな、そういうことをしたんですけども、それってすごく難しいですよね。なかなかの相場感がないと、それは予測するのは難しいということが、分かりまして、それは無理だなと。じゃあ、どうしようかと思ったら、ちょっと逆転の発想といいますか、結局、相場って、収束と拡散の、繰り返しと、言われるんですけれども、こういうイメージですね。拡散、つまりトレンドみたいなもんですね。一方向にレートが進んでいく。でもどこかで収束するんですね。こっちをトレンドといえば、この辺はレンジってやっぱり言うんですけども、今私が言ってる揉み合いの状態ですよね。で、その後、それが終わったらいつかまた拡散が始まるんですね。で、またどこかで収束、で拡散と、こういうのを繰り返しているのが相場であるとするならば、先ほど私、この収束、つまり揉み合いには巻き込まれたくないので、これを予測したいと思ったけれども、それは難しいと。であれば、逆にこの収束が起こるのを待って、その次のこの拡散に乗っていった方が、わかりやすいですよね。収束を待てばいいですから、これは目に見えますので、ですんで、じゃあ、これを予測するんじゃなくって、これが出てきたら、終わりかけから入ろうというふうに考え方を変えたんですね。そうしたら、エントリーポイントが、非常によく見えるようになってきたと。そういうことです。つまり、この揉み合いを、避けるべき嫌なものというふうに考えるのではなくて、その逆ですよね。こいつが出たら、もうほぼ間違いなく、次は拡散、大きく伸びることになりますので、揉み合いがあって、拡散、大きく伸びる。この大きく伸びる直前に出てくる重要なサインであるというふうに捉えて、チャートの中でこいつを探すというふうにするのが重要かなと思います。こういう揉み合いがその次から起こるこういう拡散ですね、こういう伸びの起点になるっていうそのメカニズムについてはもうご存知と思いますけれども、念のためごく簡単にですね、説明しておきたいと思うんですけども、ここは当然、売りたい人、売ってる人が多くて、つまりベア派ですよね。ベア派が多くてガンガン売ってきたと。で、ここに何らかのその抵抗体があることを知っているブル派ですね、買いたい人たちが、ここを買いの起点にすべくですね、ここから買ってくるわけですね。お金を投入してくるわけですよ。で、ここを売ってきた人たちの目論みはこれがさらに続くことなので、ここで邪魔が入ってきたので何するものぞということで、より売ってくるわけですね。で、ここ、売り買いの攻防が始まって、もみ合い
になるという、そういうことです。ですんで、エネルギーが溜まるってよく言うんですけれども、エネルギーっていうのはつまりはお金ですよ。お金が両者、ブルハベ派のお金がガンガンここに投入されるということです。で、最終的にこのもみ合いの勝敗が決したところで、負けた方ですね。この場合は、ベア派ですね。売ってきた人たちが、じゃあもう、損切りないしは利食いと。この人たち、ここで売ってきた人たちは利食いになりますし、ここで新たに売った人たちは損切りになるんですけども、それぞれが、買い注文を入れるので、一気に伸びますという、理屈ですよ。それが、こういうもみ合いが、こういう次の拡散への起点になるという、そういうメカニズムなんですけれども、こういう本があるんですけどもね、これ、5分足スキャルピングっていう本で、パンローリング社ですね、トレード関連の本をいっぱい出している、めっちゃ高い本ばっかり出している会社ですけれども、そこで出ている5分足スキャルピングっていうボブ・ボルマンっていう人が書いてる本なんですけれども、この本、だいたい460ページぐらいあるんですけれども、この本の中で全編にわたってですね、言われているのが、これ。この本の中ではこういうもみ合いを、ビルドアップというふうに表現してるんですけども、エントリーする際は、売りでも買いでもね、エントリーする際は必ずこのビルドアップがあることを確認してからエントリーしなさいというのをですね、もう全編にわたって言い続けてます。ですんで、この中にも成功トレード、失敗トレード、いろんなの事例があるんですけれども、結局、観点はですね、ビルドアップが十分ではなかったとか、あるいは十分なビルドアップによってトレードが成功したとか、そういう言い方が頻繁に出てきます。それほど、まずありきがこのビルドアップなんですね。これがないことにはエントリーは絶対にありえないというような話が全編続きます。この本ですね、ちょっと話それますけども、パンローリング社の本は私いろいろ買って、当たりもあり、外れもあるんですけども、この本は一番当たりですね。世の中の評価も高いですし、非常に参考になる。5分足の、スキャルピングっていうタイトルなので、ちょっとこのスキャルピングっていうタイトルおかしいなと思うんですけど、どっちかというとデートレードですね。1時間足ぐらいを、環境認識にして、で、5分足でタイミングを取るという、そういうトレードにも十分使える、内容になっておりますんで、興味がある方は、ちょっと、読んでみられたらいいかなと思います。話がちょっと脱線しましたけども、どういう話でしたっけね。もみ合いですよね。もみ合いが大事だという話を散々したわけですけれども、じゃあ分かったと。もみ合い大事なのは分かったので、どこでエントリーしたらいいのかっていうのを教えろと、今思ってますよね。で、これ、よくですね、聞かれる、こういうの、ありません。こういうエントリーの話をしてるときに、エントリーは、後出しじゃんけんでいいんですよとか、つまりこの揉み合ってる最中、売り方と買い方が、ガンガン、やり合ってる時は、静観しといて、で、それが終わって、勝敗が決してからね、後出しじゃんけんということで、この場合は買いですよね。買いが勝ったっていうのが明確になってから、そっちに乗っていけばいいんですよと。売り方が買ったのが分かってからそっちに乗っていけばいいんですよという人多いですよね。そういうようなYouTube の動画で散々見るんですけども、いつも思ってたのが、そう言うけども、そのタイミングってなかなか難しいよねと。具体的に何を見たら、この後出しじゃんけん、ないしはその勝敗が決したって判断できんのかなと。いうのが分からなかったんですね。特にこれ5分足ですから、勝敗がはっきり、分かるっていうのは、例えばこの辺ね、この辺まで来たら分かるじゃないですか。誰でも揉み合った後、こっちの方に進んできたなと。なので、ここででも買おうかなと思うと、そろそろ危ないですよね。
もみ合い、収束、拡散で収束という流れで来るんだから、そろそろまたもみ合いになるんじゃないかなと当然思うので、この辺ではもう危ないと。だからどうしてもこの辺の根っこと言われるところで入りたいわけなんですけども、そこをどうやってつかめばいいのかっていうのがわからない。ですので、今からその答えをですね、お伝えしますけれども、一つ確認していただきたいのは、このもみ合いを抜けた方向ですね、例えば上に抜けたら買いで入る、下に抜けたら売りで入るっていうのは違いますよ。必ず目線は固定しておかないとダメということです。えーっと、今回散々見せております、この図ですよね。例えば、今この場面とすると、ここでは、ここでまあ揉み合いを待つわけですよね。で、揉み合いを待って、上に抜けたら入るんですよ。なぜならば、1時間足が、買いが有利なポイントだから。ですよね。で、ここで仮にこう、さっき見ていた揉み合いが下に抜けたからといって売らないですよね。だって、それは完全に1時間足に対して逆張りになりますからね。そういうことです。で、今の話を理解していただいた上で、エントリーポイントですね。エントリーをどこでタイミングを取るのかということですけれども、あれ、これか。後出しじゃんけんが決まるところで、勝敗が決したところっていうのはどこなのかと。何で判断すればいいのかということですけれども、答えは割と簡単で、これです。高値、安値、高値ないしは安値の更新を失敗したというのを確認して、で、その次にローソク足ですね。それまでよりも、明らかに大きいと思われるローソク足がポンと出たら、もう、入っていいです。それが、まあ、言ってみれば、勝敗が決したというふうに、考えていいと私は、決めています。ここ重要なんですけどね。これは私がこういうふうにして決めて、それを、エントリーのサインにしているということですよ。どこの馬の骨かわからないやつ、これ私のことですけれども、皆さんにとっては全く赤の他人である私が勝手に言ってることですからね。そこは十分理解した上で、ここからの話聞いてくださいね。無責任なもんですよ。皆さんが負けて、これで、なんかめっちゃ負けたとかと言っても、私は何にも言いたくないですからね。そこは、そういうやつが喋ってることだというのは、ぜひ、理解した上で、この後の話聞いてくださいね。で、じゃあ具体的にこれってどういう形かというと、こんな感じですよ。大きくは1、2、3、4点決まってて、ダウントレンドですね。これ5分足ですけれども。失礼しました。これですよね。高値安値の更新失敗っていうのと、ローソク足がでかいやつというのは具体的にどうかっていうのはこれだということですよね。これ5分足なんですけれども、高値安値1、2、3、4、4点決まっているので、短期的なダウントレンドであると。その中で戻りを作ってきたと。で、どこで売ればいいのかっていう判定するのに、この場合は高値ですよね。高値の更新失敗とローソク足、でかいやつが出たら、売ろうということになるわけです。で、この場合は、高値、ここで一回高値をつけたと。でも更新できないと。これ以上は上に上がれない。こいつも上に上がれない。っていうのが出て、で、これですね。このローソク足、明らかに今までのローソク足よりも長いのが一発出たので、もうここで入ってしまおうということになります。これが、言ってみれば、勝敗が決したところ、後出しじゃんけん、だなというところという認識です。これが私の考えているこの後出しじゃんけん、ないしは勝敗が決したと判断するポイントと
いう、なんというんでしょう、ルールといいますか、判断材料ですよね、にしているというお話です。参考にされたらどうですかという提案ですんでね、その点ちょっとよくご理解した上で、使ってみてください。えっと、こういう話をしたときに、それでもまだよくわからんなっていう、まだ曖昧だっていう人いるんですよね。皆さんどうですかね。もうちょっとなんかこうないのっていう感じ受けてる人もいると思うんですけども、例えば、この場合は陰線が3本続いたらとかね、なんかそういう数値的なものがやっぱり欲しいみたいなんですよね。例えば長めの陰線っていうんだけども、じゃあここまでのその陰線に、ロウソク足に対して何倍ぐらいなんですかとかね、いうのを気にする人いるんですよね。昔ケッティさんという、プロのトレーダーがいらっしゃって、で、その人のセミナーに一度出たことがあるんですけども、そのセミナーの中で、こういう、エントリー、5分足のエントリーはこの辺ですかね、みたいな、そういう話があった時に、一人のそのセミナーの参加されている方が割と食い下がってね、いや、そういう説明ではわからないと、もうちょっとなんかこう、具体的に教えてくださいっていうのを何回も言ったんですよ。で、ケティさんは、いやいや、十分言うてるやん、みたいな、あの感じでね、いなそうとするんですけども、割とセミナー参加者はなんとかこう知りたいみたいな、熱心なんですけどもね、なんかないんですかみたいな食い下がったんですけども、最終的にはもう知るかと、自分で考えろみたいな感じでいなされてました。で、すごいな、この人と思って、わざわざ金取って人集めといて、で、何でも聞いて言うてるくせに、聞いたら、知るか言うて言うので、この人めっちゃ面白いと思って、私コンサル生になったんですけれども、そういうもんなんですよ。プロのトレーダーも、そんなもん知らんっていうことですよ。何らかの基準はあるんでしょうけども、それはやっぱり自分で考えないと。っていうのが基本的にあります。なぜならば自分でお金をここにつぎ込むわけですからね。もう誰も責任を取ってくれないわけですから、自分の命の次に大事なお金をつぎ込んで、この勝負にかけるわけですから、それはやっぱり自分が考えたやり方じゃないとかけれないですよ。私がこれいいですよと言っても、絶対に私何も責任取らないですから、いいかもしれませんねぐらいのことしか言わないですからね。という意味でその程度で理解してください。で、やってみて、よかったら使い続けてください。それだけです。はい、ということでですね、ふと気がつくと、また20分以上の動画になってきましたので、ここで一旦切ります。申し訳ないです。毎度毎度。で、今回は答えのところまで行きつけたので、いいかなと自分では納得してるんですけども、次回、こういった場面、それ以外の場面もありますんでね、あの事例研究といいますか、実際のチャートの中でこういった場面をこう抽出して、それぞれちょっとコメント入れていきたいかなと思います。それとですね、前回のストキャスティクスの話の時もありましたけども、このもみ合いの場面とストキャスティクスをうまいこと合わせるとより精度が上がるという話もありますんで、そちらもね、次回お話しできればなと思います。しばらくちょっと時間かかるかもしれないですけども、その間ですね、ぜひ今日、最後の答えまでいけましたんでね、ぜひご自身で実際のチャートの中でこういった場面ですね、高値安値の更新失敗とローソク足、この組み合わせで、勝てる場面っていうのをちょっと抽出しといていただけると、ありがたいかなと思います。多分ですね、やってみるとすぐわかるんですけれども、勝率はかなり高いです。条件はあれですよ、1時間足が
例えばここであれば売りに適している場面でという前提の中でこの形が出たら入れるかなというそういう視点で見てくださいね。それで、見ていくと、勝率高いなということが、実感できると思います。実感することが重要なんでね、このやり方は勝てるぞと、ご自身がやっぱり実感しないとなかなか前には進めないので、まずはそこを、目指していただくというのが重要かなと思います。ということで、次回の動画必ず上げますので、しばらくお待ちください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。